皆さんこんにちは、五戸美希です。今日は鼻うがい無理から快感へ続けられた理由とおすすめアイテムと題してお送りしていきますセルフケア編第4弾です。はい、皆さんは鼻うがいやっていますか？私は鼻うがいがいいということは分かっていても、初めては挫折ということをしていたんですね。でも今は続けることができています。とっても気持ちがいいし、鼻うがいしないとそわそわしてしまうぐらいですね。どうやってそうなったのか、その道のりをご紹介していきます。では今日のプログラムです。その1、鼻うがいのやり方。その2、鼻うがいラブまでの道のり。その3、おすすめ鼻うがいというプログラムでお届けしていきます。では最初の鼻うがいのやり方というプログラム。まずはここまでの振り返りをちょっと簡単にさせていただきますと、私、風邪をひきまくるという生活をしておりました。子供の風邪を1年で10回以上もらってしまうという、子供が1年で20回ぐらい風邪をしているんですけれども、で、その風邪が悪化した結果、生体結節になってしまいまして、生体結節は治ったんですけれども、その治療の過程で慢性上咽頭炎という診断を受けました。慢性的に上咽頭が炎症しているということですね。で、慢性上咽頭炎という病気は咳とか鼻水という症状だけじゃなくて、頭痛、倦怠感、不調の原因、こういった不調の原因であるということも多々あるということが、調べていろいろ分かりましてご紹介してきました。で、慢性上咽頭炎の治療方法はイートであると。いうことなんですけれども、で、私今もイートやってるんですけれども、この慢性上咽頭炎の治療だけよりもセルフケアが大事なんですね。セルフケアしっかりした方が治療効果が高いと、私が通っている耳鼻科の先生も言っていますし、いろんな先生が言っていますね。本にもいろいろ書いてあります。で、代表的なセルフケアが鼻うがいです。はい。私、鼻うがい嫌だなから鼻うがいラブになりました。もうここ5年ぐらい鼻うがいってすごくよく聞くようになりましたので、もうやっているという方少なくないと思いますけれども、いいとは聞いているけれども、まだ始めていないという方もそこそこいるかなというところで、鼻うがいについてですね、お伝えしていくという方ですね。で、鼻うがいの効能なんですけれども、効果効能っていろんな論文、いろんなお医者さんまとめているので、私からは簡単に、まずこれ、上咽頭が洗える。これは大きいですよね。その鼻の穴が洗えるっていうのはもちろんですけれども、上咽頭が洗える。これ、未来クリニックの今井先生が YouTube で解説されていまして、私もその動画を見て、上咽頭が洗えてるっていうふうに思いました。概要欄に動画のリンク貼りますね。上咽頭が洗えるので、慢性上咽頭炎の治療効果を高めてくれますね。で、慢性上咽頭炎じゃない方にとっても風邪の予防になりますし、アレルギー性鼻炎の対策にもなる。その鼻の穴だったり上咽頭のほこり、花粉を洗い流すことができますからね。なので、私みたいに子供が幼くて風邪をもらってしまうという方はもちろんですし、花粉症で悩んでいるという方、まだ鼻うがいしていなかったらですね、もう今日からやっていただきたいっていうぐらいおすすめです。というところで、鼻うがいのやり方です。はい、使うのは生理食塩水です。口でうがいするのって水でできますけれども、鼻に入れるのは水でやるともうめちゃめちゃ痛いので、もう絶対生理食塩水ですね。はい、生理食塩水っていうのは人間の体液とほぼ同じ浸透圧、作る方法は水に塩を混ぜるというものですけれども、生理食塩水を鼻の穴から入れて反対の鼻から出す。で、それを左右両方でやるというのが基本の鼻うがいですね。で、その入れるときにって言うとか、あとは鼻を強く噛まないとか、その鼻うがいの後、鼻を強く噛まないとかも大事ですね。さて、2つ目のプログラム、鼻うがいラブまでの道のり、お話ししていきたいと思います。私、そうですね、今継続してきているところでの初めての鼻うがい、これはですね、小林製薬の鼻の輪を使用しました。これメリットとしては、
非常に手に入りやすいですね。大体チェーン店の薬局だったらどこでも売ってるかなということで手に入りやすいし、準備が楽なんですね。液体、今ボンってちょっと倒れましたけども、液体なので水に溶かす必要がないんですよ。初めの鼻うがいで続けられなかったのは、自分で生理食塩水を作ろうとして続けられなかった。なので、もう生理食塩水になっている、このまま鼻に入れられるっていう液体があるので、これで私最初に続けられるようになりましたね。こういうパッケージにこういう液体が入ってて、スターターキットの方だと鼻うがいのこういうボトルがついているので、このボトルにもう液体を入れて、でこれキュッキュッキュッてして、で鼻からチャーってこうやって入れればですね、もう簡単に鼻うがいができちゃうので、もうとっても準備が楽。もうこれのおかげで最初続けられました。もう本当そうですね、継続するために生理食塩水作るのがね、もうめんどくさすぎて、鼻うがいは継続が重要。もうね、今日は明日やっただけでは、風邪の予防とかアレルギー予防にはならないですからね、もうずっと毎日やるっていうのが重要。なので、やっぱりこのね、液体になってるっていうのはとても良かったですね。ちなみに液体の他に粉タイプの市販品というのもいろいろ売られていますので、それを使うのがいいと思います。で、私、初めての鼻うがいはですね、もう、うわーって思いました。プールで、水泳で、鼻から水が入って、鼻に水が入ってきてしまった、うえーってなった、嫌な感じを思い出しまして、最初はうわーだったんですけれども、最初より2回目、2回目より3回目、3回目よりも4回目という感じで楽になってきましたね。違和感はどんどんなくなってきました。初めてが鼻の輪でよかった。初心者の時鼻の輪を使ってよかった。鼻うがいが好きになれたのは鼻の輪のおかげだと今も思っております。注意事項としては、特に初めての方ですね、説明書をよく読むというのがいいですね。姿勢はこうがいいとか、声を出しながらの方がいいとか、鼻うがいの後鼻を強く噛まない方がいいとか、あとは鼻うがいを始める前に医師に相談した方がいい病気の方という、そういうのも説明書に大体書いてありますので、しっかり読むというの大事ですね。で、鼻の輪での鼻うがいを始めて半年後、私、急性副鼻腔炎からさようならすることができました。っていうのも、私アレルギー性鼻炎子供の時からで、ほこり、カビ、ダニ、スギ、ヒノキ、あとはブタクサ、もうほんとたくさんのアレルギーを持っているので、子供の風邪をもらうたびに急性副鼻腔炎になるっていうことがもうかなりあったんですよ。でも本当毎日朝晩鼻うがいをするようになってから、風邪をひいても急性副鼻腔炎にはならなくなりました。昔で言う蓄膿症ですね。鼻がすごく詰まってしまうっていう。それで鼻うがいラブになりましたね。で、だんだん欲が出てくるんですね。もっと洗いたいなと。で、その頃に私、慢性上咽頭炎という診断も、受けましたので、いろいろ調べていきました。では今日ラストのプログラム、おすすめ鼻うがいのお話でございます。私にとっての2代目鼻うがいはフローサイナスケアです。これはですね、とてもボトルが大きいんですね。200ml の生理食塩水が入ります。そして洗いやすい、乾きやすい、とってもいいですね。ちょっとね、使いすぎてもフローの文字が見えないんですけれども、はい、これはそうですね、たくさん入る。今まで使っていたのは 50ml 入るというものだったので、その4倍入りますし、ピューとほんと押すだけなので、もうとても簡単ですし、何よりもいいのがこの口が広いんですよね。なので、洗いやすいし、乾きやすい。これはもうすごくいいものを、見つけたというか、これも未来クリニックの今井先生の動画で、こういうのがあるんだって知ったんですけれども、はい、私他の鼻うがいの機器もいろいろ試してはみたんですけれども、洗いにくいものとか乾きにくいものとかもあるんですよね。鼻うがい自体は続けられても、鼻うがい機の洗浄が続けられなくて断念したという過去もあったので、はい、この洗いやすい、乾きやすい、最高ですね。フローサイナスケアは液体ではなくて粉がありまして、この粉を精製水で溶かしていくというものになります。
で、基本的には精製水って水道水を煮沸消毒して冷ますんですけれども、それを作るのがまた大変で、でちょっとね、私作戦を考えました。お湯に市販のミネラルウォーター、軟水のミネラルウォーターを混ぜて、ぬるま湯ぐらいにして粉を溶かすということをやっております。で、これ私の作戦で使い方とかに書いてあるものではないので、皆さんはご自身の判断でやってください。温かいお湯で洗浄できるというのはとても心地がいいですね。で、補足としてはお医者さんによっては日本の水道水なら問題ないと言っている先生もいます。で、フローサイナスケアの補足としましては、鼻からも口からも出せたっていうのがいいなと。基本的には鼻から入れて鼻から出すのが鼻うがいですけれども、鼻から入れて口から出すのやり方もあるんですよね。で、口から出せたら上咽頭の下の方も洗える気がするから、いかにも良さそうだなって思ったんですけれども、口から出すために上向きになるのって結構怖いので、このボトルだと下を向いてても結構半分ぐらい口から出るので、私はしっかり洗えてる気がしております。これも別に使い方に書いてあるわけではないので、私の個人的な感想なんですけれども、デメリットとしては薬局で見かけない、ちょっと手に入りづらいかなというところで、ネット通販指のば .com こちらで購入しております。3ヶ月に1回はボトルの交換が必要だということで、そのタイミングで粉をまとめ買いするということをやっております。おまけです。鼻うがいと子育ては相性が最悪である。はい。これはですね、本当にもう節約できないですし、子供にね、お金かかるのに、こういうのはもうすごく全部高いわけじゃないですけれども、続けるのに私お金がかかりますけれども、節約できない。あとはこのボトルがもう興味津々、子供に絶対遊ばれる。あとは鼻うがいが終わるまで待ってくれない。これはですね、もう困ってしまうんですけれども、どんなに求められても鼻うがいを優先。これが対策です。子供たちが泣いてるなーっていうふうに思っても、鼻うがいが終わってから相手をすると。これ子供の寝かしつけ先にやって、後で起きて鼻うがいしようと思ってても、もう絶対一緒に寝てしまうので、鼻うがいを優先。怪我したりとかしたら別ですけれども、はい、基本的には鼻うがいを優先ということで、はい、対策できております。ということで、セルフケア編第4弾でございました。セルフケアって鼻うがいだけじゃない、鼻うがい以外にもいろいろありまして、次回のセルフケア編でご紹介していきたいと思います。参考資料概要欄に貼りますね。このへみきのスピーチトレーニングメルマガ配信しておりますので、こちらもチェックよろしくお願いいたします。プラン一覧にそれぞれのプランのリンクを載せています。ということで、ご覧いただきましてありがとうございました。